皆さん、こんにちは。アンリです。今日はクラウドフレアとストライプという大手の IT 企業が組んで AI が自分の判断でウェブサービスを立ち上げて運営する仕組み、その名も Agents and Projects、 つまりエージェント連携機能を公開し、人間が手を動かすのはたった4つの承認だけになるというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目はクラウドフレアとストライプが組んで AI が自分の判断でウェブサービスを立ち上げる仕組みを公開したという出来事です。2つ目はアカウント作成、ドメイン購入、コーディング、本番公開という一連の作業を AI が自分で進めていくという仕組みの中身です。3つ目は人間が触れるのは本人確認、支払い、最終公開、追加費用の承認という4つの場面だけで、皆さんの会社の発注や承認のあり方が根本から問い直されるという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で今回のエージェント連携機能の中身を、2つ目の章で AI が自分で動くということの意味を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部会通知の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。クラウドフレアとストライプというウェブサイトを動かす土台とお金のやり取りを支える土台の両方を握る大手2社が AI が自分でウェブサービスを立ち上げて運営できる仕組みを共同で公開しました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目はウェブサイトを動かすクラウドフレアとネット決済の代表格であるストライプという世界中の数百万社が頼り切っている2社が組んだという点です。この2社が手を組むことでウェブサービスを作って公開するお金を受け取るという一連の流れを AI が一つの流れとして進められるようになります。理由の2つ目は AI が進める作業の範囲がこれまでにないほど広いという点です。具体的にはサービスを置くためのアカウントを作る独自の住所、つまりドメインを買う、中身のプログラムを書く、本番として一般公開するという人間の担当者が何日もかけてやっていた作業を AI が一連で進めます。理由の3つ目は人間が手を動かす場面がたった4つに絞られているという点です。具体的には本人確認、クレジットカードでの支払い、最終的な公開の判断、追加費用が出る時の承認、この4つだけが人間の役割で残りは AI が進めます。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんが新しい社内向けの申請ウェブサイトを一つ作ろうと上司から指示された場面を思い出してみてください。これまではシステム部門に依頼書を出し、外部の業者に見積もりを取り、契約書を交わし、開発が終わるまで何ヶ月も待つという長い道のりが普通でした。これからは AI にこういう申請サイトを作って頼めば、土台の準備からプログラムの作成、本番公開までを AI が一連で進め、皆さんは要所の4つだけ承認すればよくなるという形に近づいていきます。ここで1つ目の章の結論を再確認します。今回のエージェント連携機能は土台と決済を握る大手2社の連携、作業範囲の広さ、人間の役割が4つに絞られたという3つの点でウェブサービスの作り方を根本から変える大きな一歩です。これは特別な IT 技術者だけの話ではなく、皆さんの会社の外部委託や社内システムの作り方に直接つながる動きです。皆さんが明日から考えなければならないのは、どの作業を AI に任せ、どの承認を人が握るのかというルール作りです。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。このエージェント連携機能の本当の意味は AI が決められた手順を機械的にこなすのではなく、目的に向かって自分で次の手を判断しながら作業を進めていくという点にあります。
なぜこの AI の動き方が皆さんにとって学びが大きいのか。理由は3つです。理由の1つ目は AI が目的だけを与えられて手順を自分で組み立てて進めるという点です。理由の2つ目は途中で問題が起きても AI が自分で別のやり方を試したり人間に判断を求めたりして最後まで仕事をやりきるという点です。理由の3つ目は人間は細かい指示を出すのではなく最終的なゴールとお金や公開のような重要な判断だけを握ればよくなるという点です。身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社でも新しい取引先への発注業務を誰か一人の担当者に全て任せる場面を想像してみてください。これまでは上司が月一順を確認し、担当者は一つ一つの作業を上司に報告しながら進めるというやり方が一般的でした。今回のお手本では AI が取引先の選定からウェブサイト構築、本番公開までを自分で進め、人間は要所の4つの承認だけを握るという形に切り替えています。皆さんの会社でも人と AI の役割分担を細かい指示ではなくゴールと承認ポイントで切り分けるという新しいやり方が見えてきます。ここで2つ目の章の結論を再確認します。このエージェント連携機能の仕組みは AI に目的を与え AI が自分で手順を組み立て人間は要所の承認だけを握るというこれからの仕事のお手本です。皆さんの会社でも誰がどの承認を握るのかという新しい役割分担を半年から1年以内に意識する必要があります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。このニュースが皆さんサラリーマンの仕事に直接聞く理由は AI に任せる範囲を広げ人間は承認だけを握るという流れがウェブサービス作りに限らず皆さんの部署のあらゆる外部委託や社内業務に必ず広がってくるからです。理由は3つです。1つ目は大手2社が AI に丸ごと任せる仕組みを公開したことで皆さんの会社の経営陣もうちの外部委託も AI に任せられないかを必ず考え始めるという方針上の理由です。2つ目は経営陣が役員会議で人手をかけているあの業務を AI で置き換えられないかを必ず議題に挙げるというプレッシャーが半年以内に降りてくるという上司構造上の理由です。3つ目は皆さんの部署にもどの業務を AI に任せどの承認を人が握るのかを整理してほしいという宿題がいずれ必ず回ってくるという現場構造上の理由です。例えば皆さんの部署が外部業者への発注、契約、支払いのやり取りに追われている場面を想像してみてください。これから先の会議で大手は AI に丸ごと任せ始めた。うちの発注も AI にできないかという質問が上司から直接飛んでくる可能性が高いという状況です。皆さんはこの問いに今のうちから答えの方向性を用意しておく必要があります。答えの中身はどの作業を AI に任せ、どの承認を人が握り、誰が最後に責任を持つのかという承認ポイントの地図です。ここで3つ目の章の結論を再確認します。AI に任せ、人間は承認だけを握るという流れは、皆さんの会社の経営陣からの問いとなり、いずれ皆さんの部署にも承認ポイントの地図という宿題が回ってきます。うちのチームの承認ポイントの地図を皆さんが先に書けるかどうかが、これからの管理職評価の分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは上司への先回り報告と部下との1対1での承認ポイントの話し合いの2つです。この2つを今週中にやっておけばこれから先のしゃあない議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は
上司もすでに新聞やテレビで AI に任せる仕組みの話題を目にしており、頭の中でうちはどうするを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は、部下もスマートフォンの通知でこのニュースを見て自分の発注業務や事務作業は AI に置き換えられるのかと不安を抱え始めているという現場上の理由です。3つ目は、世の中の関心が一気に高まる今のうちに動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。クラウドフレアとストライプという大手2社が AI が自分の判断でウェブサービスを立ち上げる仕組みを公開し、人間は4つの承認だけを握る形を打ち出しました。当部署でも外部委託や社内業務のうちどの作業を AI に任せ、どの承認を人が握るのかを整理する検討を今月から一つ始めたいと思います。これにより発注の速さと承認の責任の所在を両方はっきりさせる準備を進めます。ここまで言えれば皆さんは立派な部門方針の前履きをしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。 AI が自分の判断でウェブサービスを立ち上げ、人間は要所の4つだけ承認するという新しい仕組みが大手から出てきたそうだ。うちの部署でも発注や契約のうちどれを将来 AI に任せられるかを来月から一緒に整理してみたい。これは君の仕事を取り上げる話ではなく、君には承認の中身を見極めるより責任ある役割に力を注いでもらうための準備だ。半年後の人事評価ではこの承認ポイントの整理への貢献を必ず加点する。ここまで言えれば部下の不安を取り除きつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。1つ目、クラウドフレアとストライプが組んで AI が自分の判断でウェブサービスを立ち上げる仕組みを公開しました。2つ目、AI がアカウント作成、ドメイン購入、プログラム作成、本番公開を自分で進め、人間は本人確認、支払い、最終公開、追加費用の4つだけを承認する形です。3つ目、皆さんの会社にもいずれ外部委託や社内業務をどう AI に任せるのかという問いが必ず降りてきますので、明日の朝の上司報告と部下対一の2つのセリフを準備し、この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で